広い巨頭。こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は東京在住の大分サポが富山まで行ってきたのだ。初めての富山アウェーだから最後まで見てね。今回は東京から白鷹号で富山まで向かうのだ。白鷹号に乗るよりも輝き号の方が停車駅も少ないし早いわよ。富山駅発の11時45分のスタジアム行きのバスに合わせたかったから行きだけは白鷹号に乗っていくのだ。富山駅に着いたのだ。それでは早速スタジアム行きのシャトルバスに乗っていくのだ。それで今回の富山の観戦はどんな日程になるのかしら。今回は日帰りの日程なのだ。観光しないのはもったいないんじゃないの。翌日は仕事だし、北陸新幹線のおかげで日帰りができたのもあるのだ。それから3年前に津営源金沢のアウェーの時に富山で連泊して黒部ダムやトロッコ、氷見や射水などをがっつり観光したことがあるのだ。海辺から山間部まで観光しているのね。本当は前日入りして南砺や砺波に観光したかったけど夜勤休みになったから断念してしまったのだ。スタジアムに着いたのだ。会場の正式名称は富山県総合運動公園陸上競技場で、富山駅から会場までは2台運行で動いていたわよ。初めて来た場所はワクワクするのだ。人の流れと大きな照明を頼りに2分くらいで会場外周に行くわよ。ソースの香ばしい匂い、発電機の稼働音、係員が案内する声、100m 以上もあるスタブルや案内ブースなどがあるのだ。ライカくんのエアドームもあるのね。こじんまりしていたイメージがあったから驚いたのだ。そして今日食べるスタブルは富山ブラック焼きそばなのだ。富山のラーメンを焼きそばにしたのね。しかもビールもあるじゃない。濃厚な濃い口醤油が太麺に絡んでビールと合うのだ。それから大きいメンマと豚バラ肉もつまみとしていただけるのだ。それでは中に入るのだ。2階席は座席で1階席は芝生席になっているのね。2階席はピッチ全体が俯瞰して見えるのだ。応援団体は2階席での応援だったわね。1階の芝生席は大旗や大きい兄さんのぬいぐるみがあったのだ。今回は最前列で観戦するのだ。芝生席はふかふかして気持ちよかったわね。風が気持ちよく吹いてくれるし寒くなってくるのだ。もうすぐキックオフなのだ。今回の注目選手は誰になるかしら。今回は利根選手に注目するのだ。意外な選手が出てきたわね。最初の頃は試合終了間際に出ていたけど前節の山形戦では大分に加入して初スタメンだったのだ。マークもできるし、しっかり体を入れてブロックしていたわね。攻撃においてもボールキープもできるし相手を引きつけてからビルドアップもできるから面白い選手が来てくれたのだ。利根選手はカターレ富山からプロ入りしているから選手紹介時に富山側から拍手があったわね。それでは試合終了まで守るのだ。なんとか引き分けたのだ。どちらのゴールもふわふわっとした内容だったわね。前半の失点も寄せが遅くてシュートを打つ時間を与えてしまったのだ。シュートもキーパーの前でバウンドしているから防ぐのも難しいと思うわ。大分の同点ゴールは連動した寄せが有馬選手のゴールを生んだのだ。リーグ15試合を終えて4ゴールとチーム得点王だから2桁得点をノルマに頑張ってほしいわね。それからロスタイムの最後にバックパスを選択して試合が終了してしまったのは残念だったのだ。ロスタイムが4分だったのの2分も長引かせていたのもあったわね。あの位置でシュート打って外すとかクロスを上げても弾かれるとかの方が気持ちの持ちようとしてはしょうがないで片付くけど残念だったわね。普段の練習が試合に出てしまったと思うのだ。それから出場はなかったけど利根選手を右のウイングバックで見たかったのだ。あとはバックスに入れてペレイラ選手を1列上げてもよかったわね。交代枠ももう少し工夫は欲しかった歯がゆい試合でもあるのだ。それでは試合を後にしましょう。
ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。それでは富山駅に戻るのだ。このままだと本当に富山でサッカーを見に来ただけになっちゃうわよ。今は16時20分で17時半の輝き号の東京行きの新幹線に乗るのだ。ここから富山駅まで30分はかかるから、お土産を買う時間も限られちゃうじゃない。駅に着いたのが16時55分なのだ。アルプス路面電車が駅に吸い込まれていくのを見届けるのだ。はじめに立山そばに駆け込んでそばをいただくのだ。ここは立山ロープウェイの駅にもあるお蕎麦屋さんね。食券を店員さんに渡して90秒待てば出てくるのだ。熱々なのでます寿司で舌を鳴らすのだ。猫舌で草。そばはしっとりしていてかき揚げとも相性が抜群なのだ。続いてはお土産を買うのだ。これは富山の名産である黒すくりね。イカの塩辛にイカ墨を混ぜていて、普通のイカの塩辛とは違いマイルドでコクのある味わいなのだ。それでは時間になったので帰るのだ。次回の遠征はどこになるのかしら。確定しているのが8月2日に大分に行ってくるのだ。その日は FC 今治と試合をするのね。初めて所属デートのクラブとの試合を現地観戦するから楽しみなのだ。でも3ヶ月以上もあるから動画更新は減っていくのだ。あとは天皇杯の勝ち上がり次第では観戦する場合もあるから、 YouTube のコミュニティで周知するからよろしくね。それでは最後まで見ていただきありがとうなのだ。ありがとうございました。